はい、皆さんこんにちは。海外在住トレーナーのりょうです。まず最初に田口選手、東京プロ、香港プロ、セカンドプレイス、本当におめでとうございます。お疲れ様でした。いや、本当に嬉しかったです。本当に見てて感動をもらいました。とりあえずまた次の大会に向けて、来年に向けてしっかり体の方をいたわっていただきたいなと思います。はい。今日はですね、僕と田口選手の出会いについて話していきたいと思います。田口選手とは、節目節目ごとには連絡取り合ってまして、僕が日本に帰国するときはお忙しい方なんですけど、時間を割いていただいて食事に行かしてもらってるんですけど、本当に人としても素晴らしい方。それはやっぱりファンの方を見ればわかると思うんですよね。やっぱりファンの方も田口選手がどういった歩みをしてきたか、どうやって義理を通してファンの方にも誠実に向き合ってきたかっていうのはファンの方が一番わかってると思うんですけど、僕も一応ファンなんで、本当にフィジーカーじゃなくても魅力のある男性、男っていう印象ですね。なので僕はすごく人としても一アスリートとしても尊敬しています。あれはですね、もう2、3年以上前になりますね。僕が DC にいた時に、田口選手がちょうどベン・ウィーラーのバージニアの大会に出るってことで、ワシントン DC に来るっていうのを田口選手のインスタグラムで知って、DC ってすぐ隣にバージニアあって、メルランドも隣にくっついてるんで、ちょっと車で行くとすぐバージニアに入っちゃって、で、電車とかで乗ってるとすぐメルランドに入っちゃったりするんですね。あそこってもうイメージで言うと東京、神奈川、埼玉みたいな感じで、もうちょっと行くと別の県みたいな、そういう位置関係です。田口選手のインスタグラムは結構前からフォローさせていただいていて、ちょっと待ってと。田口選手来るのかと。もうものすごく興奮して、やっぱりフィジーカーとしても尊敬してるし、やっぱりナチュラルアスリートとしてもすごく尊敬してる方だったので、まあね、日本で初の IFBB フィジークプロになられた方でもありますし、本当にフィジークの先駆者の一人ですので、その人がアメリカのワシントン DC に来るってなった時に、やばい、これ何とかして連絡したいっていうふうに思ったんですね。で、たまたま田口選手が朝だったと思います。ワシントン DC のモニュメントビルディングですね。の前でインスタライブをやってて、どなたか大会当日の撮影、現地でのサポートをくださる方いらっしゃいませんかみたいなことを、インスタライブでやってて、でも速攻コメントをさせていただきまして、なんて送ったかな。ワシントン DC でパーソナルトレーナーをやっているようと申しますということで、その時まだうちのマネージャーには確認してなかったんですけど、うちのジム設備すごくいいんで、僕のいたビーダっていうワシントン DC のジムは本当に DC の中でもトップレベルの機材、器具充実しているので、ぜひ前日のコンディショニング手伝わせてくださいっていうことを送ったんですね。で、その時にまだ僕のマネージャーには許可取ってなかったんですよ。でも速攻メッセージ送って、マネージャー、日本から IFBB のフィジークプロ、日本のチャンプが来ると。の施設無料で使わせてもらえないかってことを直談判しまして、で、マネージャーの方は、あ、そうかそうかって、全然いいよみたいな。今日来んのみたいに。一応連絡したんですけど、まだ返事がないんで、ちょっとわかんないんですけど、一応、マネージャーの許可だけは取っておこうかなと思ってって言って、で、そしたら、本当にラッキーなことに田口選手が僕のコメント見てくださって、連絡くださったんですよ。で、大会当日はちょっと僕のスケジュールがパンパンだったので、現地でのサポートはできなかったんですけど、もしよかったらうちのジム使ってくださいと。もううちのマネージャーには許可取ってあるんで、
うちの方でぜひ前日のコンディショニング使ってくださいっていうことだったんですけど、田口選手からいいですよというか分かりましたと使わせてもらいたいですっていう連絡が来て、もう本当になんか一ファンなんですごく嬉しかったっていう話なのでちょっと興奮しちゃって申し訳ないんですけど、今でもやっぱり昨日のことのように思い返せますね。でうちのジムに来てもらって、でやっぱりフライトかなり長いので、東京からワシントン DC だと西海岸ロサンゼルスとかカリフォルニアだったらまだ日本に近いんでフライト時間っていうのはまだマシなんですけど、 DC ってなると本当にアメリカの国土をまたいで反対側に来ないといけないんで、フライトめちゃくちゃ長いんですよ。なので特にこの腰回りでこの肩甲骨周り固まってると思うので、そこをほぐして、でやっぱりその会場でのそのパンプ感だったり筋肉の広がり、そういうものにはすごくこのサーキュレーションですね、血流の循環がすごい大事になってきます。筋肉がこう固まってしまうとやっぱりこう広がりだったりパンプが思ったようにしないっていう場合があるんですね。特にその長時間のフライトの後だとずっと座ってるので、だからそこを僕はケアさせていただきたいなと思って腰回りと肩肩甲骨周りのモビリティトレーニングやらせてもらいました。でもうあとはもうジムの器具はもう好きに使ってくださいということで、僕がそばで撮影させてもらいながら前日の調整をやってました。うちのビーダのロッカールームってめちゃめちゃライティングいいんですよ。めちゃくちゃライティング良くて、もう 1.5 倍ぐらいに映えるんですけど体が。で田口選手のもコンディションチェックでいろいろトレーニング終わって前日の調整終わって実際に体見せてもらったんですよ、ロッカールームで。これが人間の体かって思いましたよね。人間の体ってこういう質感になるの？極限の絞りをするとこんなストリエーション筋が出るの全身にっていう、もう衝撃でした。でもこれがナチュラルアスリート、これがナチュラル、フィジーカーの最高到達点なんだっていうのを見せつけられた感じですね。見せつけられたというか、それが僕の基準になったっていう感じですね。ここまではナチュラルでいけるんだっていうのをもう生き様というかその体で表現してくださっていたので、ここまでいかなきゃいけないんだなと。ここまでは薬を使わなくても人間っていけるんだっていうのを本当に教えてもらった。背中で教えてもらったっていう形でしたね。なので今回のお題とはちょっとずれちゃうんで軽く言うと、アメリカだとやっぱり10代でステロイド始めて、で20代に入ったら SNS から消えてしまっている方とかっているんですね。その人たちがどうなったかはわからないです。今も元気で生活してるのか、今もフィットネスやってるのかわからないんですが、そういう事例ってアメリカって多いんですね。10代ですごくステロイドを使って体を大きくして20代になって活躍してるかっていうと、もうソーシャルメディアからも消えてしまってる。どうなったかは分かんないです。なので簡単に薬が手に入りやすくなったと思います、日本でも。でもやっぱり基礎基本そういうものをギアとして使ってる人と使ってない人でも基本はプログレッションオーバーロードでトレーニングをしっかり追い込んで前回の自分を超えていく、ここの部分に関しては一緒なんですよ。この反応が若干違ってくるだけで、ここの基本原理は一緒なんで、ここをやっぱりトレーニングがそこまでのレベルまで達していないでステロイドに手を出すっていうのは僕はすごく危険だし、ステロイドを取ったからといって魔法の薬のようにみんながみんな IFBB プロみたいな体になるとは限らないんですね。遺伝子の反応だったり、その人のトレーニングがそもそもぬるかったらまあ大した体にはなんないんですよ、正直言うと。やっぱり
田口選手レベルのトレーニングの強度、ハードに追い込んでナチュラルであそこまで作り上げたっていうことがものすごく重要ですし、僕らナチュラルボディビルダー、ナチュラルフィジカルの方にとってはすごく試金石というか、あそこまでは来いよと、ナチュラルで。あそこまではいけるんだぞと。当然、その遺伝子の違い、そのトレーニングをどれだけ追い込んでいくかの違いによって、あそこまでいける人っていうのは、全員が全員あそこまでいけるとは思わないですけども、あそこまではいけるんだよっていうメッセージを僕はもらったと思って、僕はあそこが基準になりました。僕は本当に出会いを感謝しています。そういう素晴らしい基準を生で見れた。現地で。大会の本当前日ですね。だから最高のコンディションなわけですよ。そこに携われたっていうことが、もう本当に感謝でしかないですね。これは、うちの自宅の設備使ってもらってるところですね。ハイドロマッサージベッド、ジャグジー、サウナはやっぱり水分が抜けすぎるってことでやらなかったんですけど、でこの後、コンディショニングを上げるための施術もちょっとさせてもらって、本当に会場の近くに僕が住んでたので、いや当日行きたかったなっていうのは今でも後悔してるんですけど、ちょっと外せないスケジュールだったので本当に後悔はしてるんですけどしょうがないんですけど、あそこで大会で3位に入ってるっていうのはすごいですよ。ナチュラルで本当に侍、刀一本で期間中の相手に立ち向かっていってるような状態ですね。それで3位取ってるっていうのはもう素晴らしい。本当に鳥肌立つレベルで素晴らしい結果を出してると思います。今思うと大変厚かましいお願いをしてしまったなって思うんですが、田口選手が日本に帰国されてから私フィジークの大会に出ることを決意しまして、 OCB っていうナチュラルボディビルディングの大会なんですけども、それに出ると。なのでコーチングをお願いできないかと、オンラインで。それも本当に快く受けてくださりまして、田口選手指導のもと、フィジーク大会に出場しました。本当に感謝しかないですね。